不動産屋さんの階段へようこそ。これは私の友人が20年くらい前に体験した今でも説明のつかない出来事です。友人の名前を仮に理恵子さんとしておきます。理恵子さんの実家は東京でしたが、父方のご先祖のお墓は長野県の某市の山あいにありました。果樹園を見下ろすように小高い丘の上に立つ墓地で、近くには澄んだ小川が流れ、聞こえるのは小鳥のさえずりくらいだったので、都会人の理恵子さんにとってはまるで異世界のようなところでした。そんな田園風景に囲まれた山あいの辺鄙な場所ですから、なかなかお墓参りに行くことはできなかったそうです。そんなある晩秋のこと、理恵子さんは東京の実家に里帰りをしていました。すると父親が突然、せっかくだからみんなで長野のお墓参りに行こうと言い出しました。決して思いつきで行動をしない父なので珍しいなと思いましたが、理恵子さん、妹、父親の3人で長野に向かうことにしました。新幹線で長野県を目指し、最寄りの某駅からレンタカーを借りて父親の運転で市内に入ることにしました。空はどんより曇り、東京より2、3度気温が低く、もう真冬並みに寒かったそうです。緩やかに登る山あいの一本道を進むにつれて、灰色の雲が低く垂れ込めていきました。しばらくしてちょうどお昼時になり、3人はお腹が空いてきました。どこかでお昼食べようよと理恵子さんたちが言うと、なぜか父親は無言でずっとドライブを続けていました。山あいの県道には両脇にお店など全くなく、このままじゃ空腹でお墓に到着してしまうと姉妹は思いました。すると急に父親が、ちょっとこの先に面白い蕎麦屋があるからとポロッと言いました。そんなとこあるのと娘たちが聞くと、近くにね、おいしい蕎麦屋があるんだよ。そこでお昼食べようと言いました。理恵子さんは驚いたそうです。お父さんにそんな行きつけのお蕎麦屋があるなんてと意外に思いました。父の故郷ですが、東京で忙しい父親にとってめったに来れる場所でもないので、いつそんなお店を見つけたのかと理恵子さんは不思議に思いました。父親曰く、お店の中の内装の雰囲気が大昔のようで面白いんだよということで、姉妹は期待が少し高まったそうです。そして一本道を10分ぐらい走っていると、どんよりとした灰色の空の下、右側に路面より少し高い斜面に立っている古めかしい古民家風の建物が見えてきました。表の看板には黒い墨でそばとだけ書いてあり、父親があった、ここだと言いました。それは確かに時代劇のセットのようなお蕎麦屋さんでした。曇り空のせいか、その建物は異様に暗く重く感じ、3人を見下ろしている印象でした。でも理恵子さんはお腹が空いていたので、そんな陰気な印象はどうでもよかったそうです。そして父親は入り口から登って奥の駐車場に車を止めました。さて3人は古い引き戸を開けて店内に入ると、なるほど、中の壁は土壁、床は黒光りする古い板の間で、まるで戦国時代の武士が現れそうな古風な作りでした。そこで3人は店内の中心にある古い鉄製のストーブの赤々と燃えている炎のそばに座りました。他の客はおらず、かすかな湯気の匂いと焦げた薪の匂いが漂ってきました。
するとそこへすっと店員の女性がお茶を3つ持って現れました。年の頃で40歳前後、白い割烹着に化粧っ気のない無表情な顔、髪はきっちりと言われ、どこか時代がかっていました。まるで古い写真から抜け出してきたような女性で、理恵子さんは不思議な感覚になったそうです。さて、そこで壁に貼ってある古く黄ばんだメニューの札から、父は盛りそば、妹と理恵子さんは山菜そばを注文してみました。3人はほっと一息温かいお茶をすすりながらしばらく待っていると、湯気の向こうから漂う香りと一緒に温かいそばが運ばれてきました。理恵子さんが一口食べてみると、あ、本物のそばだと思わず言ってしまいました。それは驚くほど美味しかったそうです。まるで体に染み込むような懐かしい味だったといいます。こんな美味しいおそば食べたことないねと妹と話すと、父親は得意げな表情をしていました。姉妹は久しぶりに本格的なそばの味を堪能でき、また長野に来たら絶対ここに寄ろうと思いました。さて、食事を終えると支払いにはカードが使えず、現金で会計を済ませました。そして理恵子さんがお店から出た途端、一瞬ですが我に返ったような不思議な感じがしました。何この催眠から覚めたような感覚はと妙に思うと、すぐにあれ変だなと気がついたそうです。なぜか道路の両側に雪が積もっていたのです。確かさっきお店に入った時はどこにも雪なんてなかった、そう思いました。今降ってきたばかりの雪ではなく、どう見てもこの数日間に積もった雪が残ったものでした。父と妹に聞くと、2人ともよく覚えていないということでした。さっきは気がつかなかっただけだろうと理恵子さんは深く考えませんでしたが、父も妹も妙に思ったようです。さて、お墓に向かって再び一直線の県道を走っていると、どんどん両脇は雪景色に変わっていきました。そして田園地帯の小道に入ると、周りはすっかり一面真っ白になり、お墓に登っていく農道にも雪がしっかり積もっていました。距離にして100メーターくらいに緩やかなカーブの傾斜を登っていくのですが、気をつけてゆっくりなどと心配する娘たちの声をよそに、父親は巧みに運転してご先祖の墓地の入り口に到着しました。そしてすっかり雪に覆われたお墓を掃除して、お供えをし手を合わせ、お墓参りを終えて無事東京に戻ったということでした。さて、それから3ヶ月後、父親は突然心臓発作で亡くなりました。父親の訃報に驚いた理恵子さんは再び実家に戻り、父親の葬儀49日を終えました。そして最後に父親とお墓参りに行った時からちょうど1年後、理恵子さんと妹は父の遺骨を長野のお墓に納めに行くことにしました。そこで1年前と同じように新幹線で長野県に入り、駅でレンタカーを借りて妹の運転でお墓に向かったそうです。あの日と同じ道、同じ時間帯、2人は口を揃えて、お父さんと一緒に行ったおいしいお蕎麦屋さんでお昼食べようかと当然のように言いました。ただただ一本道を進みながら2人は右手に注意をしていました。その特徴ある古民家のお店は右側にあったので、すぐ見つけられると2人は思っていました。
でもどこまで行ってもあの蕎麦屋は見つかりませんでした。あれ、通り過ぎちゃった？二人で見過ごしてしまったのかなと姉妹は思い、また戻って探したのですが、やはりそんな蕎麦屋はありませんでした。おかしいな。あの信号を過ぎて5分くらいのところにあったよね。などと二人は記憶をたどっていきました。でもやっぱりそんなお店はないのです。理恵子さんと妹は頭を整理するように、1年前確かにこの辺で食べたよね。お父さんが面白いお店があるって言って、あのお蕎麦屋さん1年で潰れちゃったのかななどと言っていたのですが、そのような形跡もないのです。そしておかしいおかしいと2人はずっと繰り返しながら墓地まで運転し、納骨を済ませたということでした。でもどうしても腑に落ちなかった姉妹は、先祖の墓地のすぐ近くに住んでいるおばを訪ねるついでに、その蕎麦屋のことを聞いてみたそうです。でもおばも、そんな古民家風のお蕎麦屋などあの県道沿いにはない。お蕎麦屋はおろか、あの道には昔からレストランは一軒もないということでした。そう聞いてもまだ納得いかない姉妹は、帰りも気をつけてあの蕎麦屋を探したのですが、やはりどこにもなかったそうです。理恵子さんたちは狐につままれたようにわけがわからなくなりました。助手席の理恵子さんは妹に、あの時の雪覚えてると聞きました。急に積もってたよね。あの雪も不思議だったし、あの時お父さんなんであのお店を知っていたんだろう。それもすごく不思議でならない。そう言いました。今年は雪が少なく、車外の窓からは遠くの山だけうっすらと雪がありました。その山はまるで異世界のように空に浮かび上がって見えました。それを見た瞬間、理恵子さんはハッとしたそうです。あのお蕎麦屋はもしかして異世界に存在し、故郷に戻った父が亡くなる前に最後に訪れる場所であり、父は無意識に引き寄せられたのではないかと理恵子さんは感じました。あの日3人が食べたあの蕎麦はこの世の味だったのか、それともこの世への振る舞いだったのか、そして父だけがあの世に連れて行かれたのでは、そんなことが頭をよぎりました。長野の山あいには今も看板に蕎麦とだけ書かれた古民家がひっそりと佇んでいるかもしれず、その扉をくぐったら今度はもう二度と帰れないのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。